ポーツ車のパーツに限定したときに国内と国外で人気のギャップが大きい製品って何なんですか？ハンドグとかで言いますと焼き芸の、ロード用のハンドグとか106 M106 とかは日本国内のが出るんですけれども、海外の方だと B の115とか日本では売れてないような製品が多く売れてて、体格の違いだと思うんですけれども、ドロップが大きくて手の大きい外国人が握りやすいんだと思うんですよ。なるほど。で日本はアナトミック車号で手がちっちゃくても握れるああいった形がよく売れてて、352とか RM016 とかは本当に日本全然売れてなかったんですよ。もうそれこそ5年くらい前とかのロード全盛期の頃、あの辺りだと本当に日本はロード一辺倒ってなってて、アメリカとかだとものすごい数が出てるのにおかしいねって言ってたんですよ。最近はそのロードからみんな街中でも快適に、通勤だったり移動に使う方がだいぶ増えてきたなとは感じます。ここ3年ぐらいですよね。3、4年。日本も本当にロードの106とか、その辺が売れてたのも106自体もだいぶ数が減って逆転してる感じですね。そのプロムナードとかそういった形のものだったりとかノースロードとか、その辺の、街中でも入るような自転車のハンドルっていうのはかなり出るようになって、ドロップは本当に出なくなっちゃいましたね。キャリアとかは全く同じです。あ、そうなんですか。ずっと日本はキャンピーで、海外は、リベンデールの 33R、32R とかそういった、あと 34F とか、キャンピーはそんな海外には出ないみたいな感じできっぱり分かれてたのが、最近はどっちも両方出るようになって、日本も海外も同じような感じになってきて、やっぱりSNS とかですかね。これは日東さんの意見じゃなくてお二人個人の好みとか意見なんですけど、自分が一番思い入れのある製品、今パッと思いつくものなんですか？あの商品好きだったなとか、あのパーツかっこよかったなとか、個人的なやつが聞きたいです。作るの苦労したなとか、できた時嬉しかったなとか、何でもいいです。クラストバイクさんに作ってる BJ25 っていうステムがあるんですの 31.8 用のステムがあって、それがかなり苦労しました。真ん中 31.8 のハンドルバーって基本的にすごく強いんですよ。で750の幅のものを持たせるのにこうポストからすぐにクランプが生えてるようなステムなので持たないんですよ。だからそのクランプのここ削ったこの辺から折れちゃって、どうしても持たなくて、いろいろ手を尽くしても持たなくて、かなりその時はその社長にいろいろ聞いて、でどうやってやったらいい、あと工場の部長、技術の部長がいるんですけれども、工場の部長に聞いたりして、やっとなんとかその試験にも合格するような製品ができて、それが結構嬉しくて心に残ってますね。私はもう ADB の X、ちょうどねエアロの時が、一番楽しい時かな。昨日車でも話したようにね、
スペシャライズの社長のマイク・シンヤーうちのブースつなぐうちのブースから離れない何回も何回も来て、それでこれいいなこれ欲しいなかわいいな。それでその後いろんなパールをスペシャライズの刻印入れて出したり、それからアレイのステムを作ったりね、新製品出るたびに新製品のハンドルバーとステムを作って、数もかなりの数ね、どんどんスペシャライズが大きくなる時に一緒にやってきたんでね、それが一番しょっちゅう神戸、その時は最初神戸だったんで、もうしょっちゅう神戸行ってましたね。1年に4回ぐらい神戸行ってたのかな。で神戸行って打ち合わせして、で大体ロードとマウンテンがもう全部作ってあげて、そこまでが一番大変だったのかな。そしたらその次にトム・リッチが来たけど、トム・リッチの分はねそんなに難しくないんで。社長がニット入って結構初期に設計したハンドルなんですよね、社長。一番最初は MX2 は BMX がまだその時に流行ってたんでね、でそのステム作って、島野さんもエアロ一生懸命部品をね作ろうっていうんで、結局あそこがちょうどなんていうのかな、日本の製品の、転換期なんだけども、それまではカンパニオーロの変速機とかカンパニオーロのブレーキと似たようなものを作ってたんですよ。でうちもチネリと同じようなものを作ってたんで、エアロでいっぺんに違うデザインのものに切り替えたら、先にデザインの方がどんどんいって、それに製品の強度を合わせて、でそこからもう新製品は日本ということになってって、新しいものは日本に持ってって作ってもらってという、スペシャライズも取ったし、キャノンデールも 100% 取って、あれが吉川さんデザインっていうのを知れたのが超良かったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ欲しくなりましたね。ね。じゃあさっきお話に出たサーリーのトーションバーについて、廃盤になってしまったこのハンドルなんですけど、はい、サーリーの中の方にお知り合いがいるっていうのが教えていただいたんですけど、まず黒森でっていうのと、それから握り角度が決まってて、でワンバイワンに使うんだというのを聞いて、まあそういうことねと、日東の字入れて図面出したらちょっとイメージ違うっていうの、向こうでその字全部書いてくれたんですよ。で最初に電話かかってきたのは甲府の永井さんかな、どうしたのって言うんで、日東の今までのね殻破った日東って字だ要するに自分の会社のロゴって島野もねいじらないじゃん。あ、そうか。いじったのっていうのがで、最後にね今までにないぐらいかっこいいよって言ってて、そうなんだやっぱりと、彼らがデザインする字がこうなんだなと思って、で日東硬いね字、字は確か、講談社っていう字を書いた人かな、関口さんですね、プロのデザイナーが日東って字を書いてくれたんですよね。いつもの四角い、ここのロゴですか。ここのロゴですね。これは NTT に似てるんだけど、NTT よりうちの方が早いんだよ。5年とか6年、いやその時代の流れがあって、ブリヂストンだって三角のね赤いのがちょっと丸く入ってるのは味の素もそうだし、その時代の流れでデザイナーはね、流れの字になっていくんですよ。で NTT より先に関口さんって人が日東を作ってくれて、それでよく見ると似てるんだよね、字がね。で親戚関係にあるみたい、会長の方の、奥さんの方の親戚関係にあって、一生瓶一本でギャラが一生瓶一本ですか。
親戚関係だから、なるほど、スペシャルプライス。お祝いにで日東の次回と斜めの NITTO は加藤はじめさんって、階段上がったところにカンパニオロの字みたいなのがちょっと入った絵で、この人の絵は、自転車を描いた絵描きさんの中で一番高いみたいな。このくらいのやつで50万から80万ぐらい、ちっちゃいやつでちょっと大きめのうちにもらったやつが100万円ぐらいかな。その加藤はじめさんっていうのは UCI の理事でもあったし、フランスで生活してて自転車が好きでね、その人のスケッチでも結構の値段でたまたま会長の奥さんが美大を出た絵なんかの関係で知り合いになってて、それでじゃあ日東の地パールって字もそうなんですよ。現像は取ってありますけどね、パールって字もあれ日本人が書いたまあ加藤さんってのは日本人なんだけど、日本で生活してる人が書ける字じゃないの。筆記体は綺麗にこうまとまってるのは加藤はじめさんっていう人が書いてくれたんで、ね、箱がね、加藤さんの昔のパールの箱に絵がついてます。ありましたね。あれが加藤はじめさんの絵です。過去にあったチタンってもうできないんですか、やらないんですか？チタンはね、結局温室みたいなところでガス充満してでガラス張りの温室作ってそこでやんなきゃなんないんで、それちゃんとした設備すると結構かかるんで、ハンドルステムをねやるのに。で材料のなんていうのかな、ものすごい高くなったり下がったりするんで、価格が、それがね、その2つの問題でやめようやって、バーはできないことはないけど、ただアルミの焼き入れした方が軽く作れるんで、意味はないかなと思って、さっきあったスエージの機械も64は全然言うこと聞かないで入っていかないんですよ。材料買ってみたら64はダメに3の 2.5 かな、3アロイの 2.5 バナジウムっていう3の 2.5 は結構使ってるとこあるんで、コントロールペックかな、コントロールペックなんかは3の 2.5 をパイプ使ってる。あれがやっとスエッジってこの入るぐらい、黒森さっきね黒森やってたでしょ、黒森はああいうふうにやっていけるんだけど、やっぱり黒森よりバネ性があるから叩いても戻っちゃうんでしょ、パンパン入ってから。そう加工機も結構黒森では力が足りないものが多い。材料を使い切ったっていうのが大きいんでしょうね。チタンやめたのは使い切ったところでやめちゃおうみたいな。高い材料だからね。でもスクラップになるとね、チタンのスクラップってステンレスと同じぐらいの値段でアルミの方がよっぽど高いしね。本当にチタンがいっぱいまとまってはいどうぞっていうか、また溶かして使う道があるんでしょうけど、なんかの不純物混じると二足三門の値段になっちゃう。ある程度の薄いチタンのパイプがないとフレームとかハンドルっていうのは作れないんで、日本は純チタン、パイプっていうのは純チタンばっかりで買ってくるとね、3の 2.5 は軍事産業の国、中国の3の 2.5 とそれからアメリカのそのチタンを買ってこないと、戦車がチタンじゃないと勝てないらしいんですよ。戦車チタンなんですよ。厚みが厚くて黒漏れだと重すぎて弾丸がすぐ狙い撃ちされるんだって。でバーンって跳ね返るらしいですよ、ちっちゃい弾はね。もちろん機銃の弾は全部跳ねるから戦車なんだけど、みんな今ソ連と中国とアメリカの戦車はチタンなんですよ。でそこで
スポンジチタンから作った合金をね、アロイとバラジウム入れて作ったら原材がないとパイプも作れないでしょ。そういう需要がないと日本はチタン合金がほとんどなかったんで、今はあるみたい。だからパナソニックさんはチタンのフレームを作ったわけですよ。結構難しい材料です。チャンスがあればトライするのはね、ただ量産して商売として見た時にちょっと大変だなと思います。マグネシウムもアルミよりもっと軽いんでね、マグネシウムもやろうっつってマグネシウムやったりね、金属だったら何でもやってみようっていうんで、結構みんなトライはするんですけどね、危ないから、みんな危ないのは腐食が早いから気をつけなさいと。でチタンは研磨した時に紫色の火花が出るんで爆発するみたいなんですよ。それもチタンもね、熱こもるし、マグネシウムもそうですよ。マグネシウムってフラッシュ焚く時の昔のね、40年も50年もっとだ80年ぐらい前のフラッシュはそのマグネシウムを焚いてたらしい。バーって光るんで燃えて、いつかの夢にします。チタンの RM017 で作ったやつ、昔6があったから、ありましたね。7で 3.8 パイのね、チタンバー欲しいですね。最強の最強のプロツーリングバー。落ち着いたら新しい材料またねトライしてないと。ありがとうございます。どうもありがとうございます。